皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトで登場する最高に活かした名刀を5選を紹介していきますよ。東方は設定が非常に濃いが、やはりキャラが手に持っている刀にも何か深い意味があるんだろうな。皆さんもよく知る歴史的有名人が使っていた刀があったりするので楽しみにしててください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。では早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、東方界の名刀と思われる刀の一つは、豊里耳の巫女が持つ七聖剣です。ネーミングがかっこよすぎるぜ。まず豊里耳の巫女は仙人の一種視界戦にして、聖人です。ちなみに視界戦とは、一度死んで復活することで不老不死になるというものだぞ。そして能力は10人の話を同時に聞くことができる程度の能力を持っていますよ。10人の話を同時に聞くことができる程度の能力は、その名の通り同時に理解するだけでなく、適切なアドバイスまで与えられる能力と非常に便利な能力ですが、やはり余計な声まで聞こえてしまうようです。そっちのパターンで説明します？このように便利な能力のように見えますが、悟り妖怪たちと同じように少し面倒な能力でもあるのか、聞こえすぎないように耳当てをしているんですよ。なるほど、精密に聞こえるヘッドホンとかだと思っていたぜ。また馬小屋で生まれ、幼き時から天才と呼ばれた彼女は、その才覚で役人や市政の人々の人気を集め、指導者としての頭角を現していきました。巫女は人格的に優れまくってるな。と入っても喋れば意外とフランクなようだぜ。今は彼女は仙人ではありますが、完全に俗世間との関係を断つことはせずちょくちょくと人間社会に手を出しているようですね。阿久の考察によると、おそらく為政者であった頃の名残からのようです。察しのいい人ならお気づきですが、彼女の元ネタは聖徳太子と言われています。巫女は巫女とほぼ同じ意味で使われるのですが、こちらの場合は元ネタの聖徳太子が皇族であることからではないかと思われていますね。つまり神の血を引く子供ってことね。生まれた時から尋常ならざる才能を持ち、人間を超えるべくして超えた人物にして現在は仙人なんですよ。もはや一般人とは別格の存在だな。ある意味で妖怪みたいなもんですよ。そんな巫女が説いているのは道教。これは師匠である邪仙子と聖雅から学んだことから、道教に興味を持ったのが始まりのようですね。確か、聖雅は巫女の力に惚れ込んで、近づき道教を伝えたんだったよな。ちなみに聖徳太子が定めた漢威12回は道教の影響が色濃く反映されているようですね。そんな巫女が持つ刀は七星剣と言われているのです。言われているってことは公式での名称ではないってことか。よーし、おめでとう合格。それ霊夢に負けた時の前の名言でしょ。東方プロジェクト作品中では七聖剣という名どころか一切名前を付けられて呼ばれていないのですが、聖徳太子の説話や剣のデザインをもとに、ファンからは主にこの名で呼ばれていますよ。なるほどね。元ネタの聖徳太子が身につけていた刀だからそう呼んでいるのか。それにしてもその七聖剣とは一体どんな刀なんだ？七聖剣は刀身に北斗七星を金象眼した上古の剣で、自伝によると平氏勝利剣と共に聖徳太子の配当と伝えられています。成分を増眼したものは、他に正倉院魚仏中、法隆寺剣の宝物中にある以外には異例のない貴重な大刀なんですよ。そんなにも珍しい刀だったのかよ。また古代中国の道教思想に基づいて北斗七星が意匠された直刀のことを総称して、七聖剣と呼ぶようですね。国家鎮護派邪滅的を目的として作られ、その剣に刻み込まれた北斗七星は宇宙の中心である北極星または天帝を守ることを表し、儀式などに用いられたようです。これから紐解くと、中国の天人になれるほどの実力がある仙人の聖雅との繋がっている感じがするな。また東方部門九呪の追加設定によると、巫女が視界戦になる際に使用したのは宝剣だとされていますよ。ほう、視界戦に使ったって一体どういうことなのさ？巫女たちが行った視界戦の秘術は今の人間の肉体を完全に捨てて何かの物品に魂のみを宿らせ、時が来たらその物品が自分の肉体に変化するので、その体で仙人として復活するという方法だったのですよ。そのことから巫女は一時は、なんとただの宝剣に自身の魂を宿しただけの存在だった時期があると推測できますね。おい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 、それってつまり巫女自身が刀となっていた時期があったってことか。ちょっと不気味な話ですよね。そういえば、同じく視界戦を行った人はお皿を使用しているんだよな。また視界の術は、身代わりの物品のランクによって視界戦になった時の位が決まると言われています。その例として刀を使えば上位の視界戦になるようですね。へえ、
そんな裏設定があったとはびっくりだぜ。憑依花では刀で切るのではなく弾幕として使用していますよ。いや切らないのかよ。ただし、正面にレーザーを放つというものでかなり強力な技ですね。横への判定は端から端まで瞬時に届く強力無比なものとなっていますよ。刀でレーザーってどこか天使の全人類の思想点に似ている部分があるね。ただ切ることができるだけではなく、強力なレーザーの弾幕を放てるところを見ると非常に優秀な刀だということがわかります。また前方に射撃属性の剣を展開する技もあるのですが、こちらもおそらく七聖剣なのではと思われますね。でも3本だよね。青マントならば増えますよ。それでも5本だよ。戯れは終わりじゃー。それでは次に紹介する、幻想郷に存在する名刀は、上等宮真弓が扱う鉄刀です。上等宮真弓は東方騎系15面ボスとして初登場したんだよね。そう、埴安神経記により作られ、畜生界の埴輪たちの軍、埴輪兵団の長を務めていますよ。そして剣術、弓術、騎馬術すべてに長けていて、技術は古臭いものの、単純な戦闘能力は極めて高いようです。でも霊夢部長、武士っぽい服装しているけど刀なんて持っているように見えないぞ。確かにそう見えますが、ちゃんと刀を持っているのですよ。真弓の武装としては古代日本の鎧の一形態で、小さな将令を紐で閉じ合わせて作られた加工を身にまとい、両腕にコテを装着していて、埴輪踊る人々のような形をした上等を携えています。ちなみに埴輪踊る人々は、東京国立博物館が所蔵する、踊るような姿をした大小2体の人物継承埴輪のことだぜ。というかその上等ってなんだ？上等とはつまり仕込み刀ですね。なので、あの動物の森で出てきそうな埴輪の正体はなんと刀なのです。あれリズム音が出るんじゃなかったのか。ちなみに仕込み刀とは様々な理由により刀剣を剥き出しで携行できない場合に護身用や、暗殺用途に用いるために製作される武具で、仕込みと呼ばれるだけあって、外見からは刀とわからないように偽装されているのですよ。その代替はセンスやキセル、杖などの日用品に偽装してある場合が多いようですよ。へえ、本当に必殺仕事人みたいにセンスが刀として使っていた時代があったのか。また真弓の名字の上等人とは、埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣に刻印されていた文字で、古代における武官の役職の一つと考えられています。ほうほう、役職の名前に使われているのか。1968年に行われた稲荷山古墳の公園部分の発掘調査の際、賀門隊艦上入神獣鏡や多量の埴輪と共に鉄剣が出土しました。そして2007年にメトロポリタン美術館特別顧問と東証が鉄剣の復元を企画したのです。なるほど、それで東方騎系10第5ステージの道中 BGM の名前がビーストメトロポリスとなったのね。その剣身に表面57文字、裏面58文字の計115文字の銘文が金象眼で刻まれているんですよ。その内容は実感と十二使徒を組み合わせたものの第48番目の新概念にお分けの新または、上等人のトップとして若竹大王または有役天皇に仕えたことを示すもので、日本古代史を解明する上で欠かせない超一級資料なんです。超激レアな刀ってことかよ。そう、霊さんがちゃんと働いている時並みに珍しいんですよ。それは激レアすぎるな。そして当時の日本では、〇〇人という名称で大王に仕える役職を示していたと考えられています。上等人は刀剣で武装した人という意味で、軍事的官僚と考えられますよ。ちなみに首は頭の意味で、上都人の人とは護衛隊長の役職を指していたと考えられています。埴輪軍団の隊長である上等宮真弓の名前にはそんな意味があったのか。真弓が持つこの刀にどういった能力があるのかは今のところ不明ですね。しかしこの元ネタから見ると埴輪軍団を操ることができるという、超強力な能力を持っているのではと思われますよ。動物霊を抑え込むほどの埴輪軍団を操れるなら相当ヤバい武器だな。これはぜひとも一度扱ってみたいものですよね。でも私武器を使うのは武器用なので無理かもですが、トークも武器用なんとちゃうかな。それでは次に紹介する幻想郷に存在する名刀は、坂田根武が持つ鬼包丁です。名前がいかつすぎる。まず根武を語る上で忘れてはいけないのが、はっきりしているボディラインですよね。いやそうじゃないよね。図面にしては珍しく胸が豊かに描かれていてスタイル抜群なんですよ。あやややや、確かに眠のはセクシーだな。それだけではございません。しかもアキチラーリに加えて、なんと生足キャラでもあるというハイスペック美人やマンバなんです。なので幻想郷のグラビア雑誌で花を飾ってるんだとか。誰がそんな雑誌作ってんだまさかのあやさんかい。スタイルもよく美人な見た目とは裏腹に種族はなんとヤマンバです。ヤマンバというと子供の時絵本で見たおっかないおばあちゃんなイメージだよ。伝承において山奥に住む老婆の姿をした妖怪または神のことをヤマンバと言います。東方においては妖怪の方になるようだね。しかし必ずしも老婆であるとは限らず、若い女性の姿の場合もあるようです。
この場合は山姫と呼ばれることが多いんですよ。ほう、ヤマンバといっても若いヤマンバが存在するのか。組織を好む天狗とは気質が合わないらしく、種族間で不可侵条約を結んで、妖怪の山で独自に生活していますよ。自分の作り出した縄張りに入ってくるのを嫌い、開きにして天日干しにするなどヤマンバらしい言動を使ってくるのですが、単に脅しているだけで気に入った相手には親切にするため実際はいい人物らしいです。そんなネムノはいかにも数々の人間を切り裂いてきたかのような包丁を持っていますが、実は東方の剣士系キャラで最強クラスだと思われます。人切ったってマジですか？ネムノが人を切ったなんて。ヒルドラみたいなリンゴの名言。剣術を活かしたスペルカードに関しては2パターンあります。初ヤマンバの包丁飛びと、その上位スペルカード剣狂い輝く鬼包丁。あの中華包丁で切り裂いて放たれる弾幕はシンプルながらかっこよく強力ですね。実はスペルカードの名前にある鬼包丁とは、江戸時代の剣豪柳生玄堤が愛用した日本刀の異名を持っているのですよ。マジかよ、剣豪の愛用していた日本刀なのか。そう、本当は柳連や祭の作業としてかの有名な肥後の神旗光代と極められた大平作りの豪壮な名刀なんです。刀身の内焼き入れを言っていない部分からこだわっているらしく、素晴らしく明るくいかにも柳生練り好みの豪壮な作り込みの名刀なようですね。いかにも鬼包丁と呼ぶにふさわしい、剣豪好みの名刀ってことか。デザインが中華包丁になったのはヤマンバらしさがあるのと、中国要素が好きなズンさんの好みといったところでしょう。ちなみに中華包丁と遮り包丁や刺身包丁などの和包丁との最も大きな違いは、中華包丁は重さの衝撃できるという点。それゆえ、中華包丁は和包丁と比べてかなり重くできているんですよ。へえ、ということはネムノはやはりヤマンバらしく力持ちなのか。中国では日本のようにスライスされたお肉も売られていますが、大きな塊でお肉を買うことの方が多く、骨を切るためにある程度の大きさと重さのある包丁が必要となります。骨を切るためにですか。ところで、柳生と鹿根はどんな人だったんだ？柳生と鹿根は、江戸時代前期の武士、剣術家、尾張藩士、江戸時代初期の剣術家である柳生と資源の子でもあり、父の後を継いで尾張藩剣術指南役を務め、藩主徳川光流に新影流を伝授していたようですよ。ほう、そんなすごい武士の刀なのかもしれないってことね。それにしてもあんなごつい包丁で切られるかもしれないと考えたら恐ろしいな。立ち絵を見る感じでは、包丁の刃先から刃元までで足の3分の2ぐらいまであるように見えることから、女性の平均身長より少し高いと仮定すると60センチぐらいあると考えられますね。これは2リットルペットボトル2本分の高さになります。ネムのヤマンバじゃなくてもう鬼でいいだろ。さて、次に紹介する幻想郷に存在する名刀は、東方高魔教エクストラステージボスにしてドン見ても剣士タイプのフランドールスカーレットの謎の炎の剣ですね。ドン見ても剣士タイプじゃないだろ。いえいえフランドールは立派な剣士キャラ。原作立ち絵でも常に剣を携えていますしね。あれは剣と言ってもいいのか？スペルカードでも剣術を使用しています。フィールドの端まで届く巨大な剣を発生し、時計回り、右へ水平移動、左へ水平移動、半時計回り、時計回りとなぎ払うのです。また、剣の剣先に弾幕を発生させるのですよ。画面いっぱいに炎の弾幕を発生させる非常にインパクトのあるスペルカードだよね。ちなみに近畿レイバテインの近畿とは、何々してはいけないんだぞ、という意味ですよ。その横腹でぶりっこかますなし、また棒状の何かであって、作中、あれの名称がレイバテインだと明言されているわけではないので注意されたし。レイバテインは炎の剣または炎の杖とされていて、フランのスペルカードではシンクのレザーがそれを表しています。レイバテインとは北欧神話に登場する武器のことです。北欧神話によると邪神ロキが作ったとされていますよ。ロキっていうとマーベルで人気があるけど卑劣な邪神だよな。そんな邪神の剣をあんなロリッコが持っているって異常事態すぎでしょ。そう、ロキはオーディンの息子バルドルを死に追いやったこともあり、トールの妻支部の美しい金髪を刈り取ってしまったのもロキでした。またロキのことを火、水、雲、悪の化身とするなど諸説があるのですが、これらはキリスト教からの影響とも考えられています。吸血鬼もキリスト教と関係があるからそれつながりでも立てたのかもしれないね。またレミリアも北欧神話の最高神オーディンの武器の投げ槍であるグングニルを使用することから姉妹揃って北欧神話を表していますよ。ちなみにロキはオーディンの義兄弟で、スカーレット姉妹とかけられているのでしょう。なるほど、これはめちゃくちゃ面白い情報だぜ。この剣は北欧神話に登場する炎の魔剣または魔杖、伝説では七難と世界を焼き払うとも言われていますよ。そんなおっかない武器幼女に持たせるなし。グリモワール・オブ・マリサのマリサによるスペカ説明では、大きな炎の剣を振りかざすスペルカードだがあまりにも大きすぎる剣とのこと。確かに画面いっぱいに投げ払ってくるもんな。だから自由に素早く触れないようで剣先をかわすのは、そこまで難しくないと書いていますね。しかしこの剣の恐怖は剣自体ではなくて、投げ払った後に出る火の玉の弾幕が厄介と言っていますよ。やっぱり幻想郷の刀はどれも剣の鋭さというよりは、剣から発生させる弾幕が強力なんだな。マリちゃんさん、その通りですね。
ちなみに私の剣も強力な弾幕なんですよ。そっちの剣じゃない剣。それではラストに紹介する幻想郷に存在する名刀は、魂魄ヨウムの持つ白狼剣と老漢剣です。待ってました。正統派な剣士系キャラであるヨウムの白狼剣と老漢剣の秘密すごく気になるぜ。魂魄ヨウムは冥界に住む半人半霊の庭師で、白翼狼の庭を手入れしています。また主人の西洋寺ゆゆ子の剣術指南役でもあるんですよ。まあ簡単に言うと、警備役ですね。また魂魄ヨウムの名言である、切れぬものなどあんまりないわ。歴代東宝プロジェクトの中でも名高いセリフの一つだよな。そう、そしてなぜかバトル相手によって微妙に言い方が異なるのがとても興味深いところです。新霊廟では少々平和ボケしているとも書いていますよ。まあ、あれから気楽にやれているってことね。公式漫画、東宝暴月賞でも、ヨウムは出てくるのですが、周りより幼い性格で書かれていて、無知なヨウムは、主人である西洋寺ゆゆ子に色々質問をしている場面がたびたび見られますよ。そんな可愛らしい一面を持つヨウムは、剣術を扱う能力を持ち、二刀流の達人です。時期でも弾幕というよりは溜めて切りつけるタイプとなっているんだよな。新霊廟で強力になって帰ってきて魅了された人は多いだろうね。そして二つの剣は、老漢剣と白狼剣と呼ばれています。こちらの長い方が老漢剣。老漢剣は、妖怪が鍛えた剣と伝えられていて、長すぎて並の人間には扱えないそうですよ。妖怪が鍛えたってことは、これからまた刀の制作者が登場しそうだな。その長さについて、愚問式の挿絵では、ヨウムの体の8分くらいなので、ヨウムの身長を130から140センチとすると波長1から 1.1 メートルと推測できます。内刀の一般的な刃の長さは約70センチと言われていますよ。確かに一般の刀よりは長いな。とはいえ扱えないこともなさそうだが、これはヨウムの誇張かもですね。東方思想点から、亡霊をはじめとして鬼、人、アマント、吸血鬼、荒人神などの他種族を切ることができるとのこと。この老漢剣は一振りで幽霊10匹分の殺傷力を持つと言われています。と言っても幽霊は殺傷できるものではないため、幽霊を一振りで10人分消滅させることができるということの間違いなのか、そもそも10匹分というのが誇張表現なのかは謎ですね。そういうわけで、まだまだ老漢剣は不明な点が多いんですよ。また時期に抜擢されたりしたら判明してくれるのかもね。一方、白狼剣は魂魄家の下方の刀で、切られた者の迷いを断つことができると言われています。ちなみにヨウムが使う2本の刀のうちの担当の方が白狼剣と覚えるといいぜ。また、非物質攻撃の切断が可能で、弾幕を切ることができますよ。しかし普通の刀のように血のりで錆びて使い物にならなくなるようです。ですが、妖力をつぎ込むことで刀身の生成が可能で、妖力との親和性があるようです。さらに、使い手の技能も強化されていくので、所持者の能力である剣術を扱う程度の能力と併用することで時間や気質も切ることができるようですね。そうなると、昨夜の時間を操る程度の能力を発動しても切ることができるということができるのか、これは知らない情報だったぜ。ちなみに、老漢とは物見の高度の、物見という意味ですよ。この刀は、人の迷いを断ち切る刀で、幽霊に対して使えば天界へと成仏させることができると言いましたが、幻想郷の閻魔様である、四季英気からは乱に霊を成仏させないように忠告されていますね。閻魔である四季様は嘘をつくことがありませんし、地獄道具である上張りで過去の行いを全て見ているので、ヨウムが乱に霊を成仏されていたのでしょう。みょんちゃん結構やんちゃじゃん。ただヨウムの優しさでの行為なのかもしれないので何とも言えないですね。また、人間に使えば切れ味が悪くてちょっと痛い刀です。どういう理屈かわからないのですが、魂魄家のものしか扱えないとのこと。へえ、一体誰が作ったのか、素材なども気になるところだよ。そんな中で海江塚の立ち絵は、老漢剣を収め白狼剣を抜いている比較的珍しい状態なのです。海江塚での異変は、幻想郷中で、すべての花が通常の開花の季節とは関係なく突然咲き始め、妖精たちが騒ぎ出し、さらに幽霊が大量出現しました。だから、幽霊に強い老漢を使っていたのね。他の人が使ったらどうなるのか気になるところですね。噂で歯をタ化するとか、それと C の使ってた刀ですよね。それはさておき、ひなない天使が刀の制作者について気にしていましたが、残念ながら詳しい関係は不明ですね。ヨウムは、2本の刀を使うだけあって、剣術を扱う程度の能力です。老漢剣と白狼剣を扱う二刀流で、これらの刀を使って敵と戦うのですが、ヨウムはスペルカードも刀を使った攻撃をしてくるのですよ。刀で弾幕って一体どんな感じなんだ？例えばこのが王剣が奇獣王の報いというかっこいい名前のスペルカードですが、ご覧の通り、全体的に自分から弾幕を発射するというよりは、剣線がひらめき、そこから弾幕が発生するというような弾幕が多いですね。画面下から、横から、スローモーションで、時には神速で、場合によっては全画面
をぶった切る弾幕は非常にかっこいいんですよ。いわゆる真空波というやつか。これを前回みたいに科学的に証明してみると激ヤバそうだな。間違いないですね。さて今回の授業はここまでにしますよ。視聴者さんの好きな刀があれば教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。